我が家の同居人です。我が家の同居人は本当に何もしません。口うるさく言っても何もしません。私が口うるさく言って、すごく怒鳴り散らして出ていく、もう別れると究極の言葉を言うと、やっと動き出します。今まで一人で好き勝手に生活してきたから動けないのだと思いますが、この同居人、私とは別れたくないと究極の言葉を私から言い出すと泣きついてきます。そしたらそれなりの行動を取ればいいと思います。まず、こいつ何か言われると皮膚疾患があるためストレスでもかゆみが増すみたいでかきむしります。かきむしるならお風呂にも入って保湿もすればいいのに、なかなかお風呂に入りません。1日や2日は入らなくても大丈夫だそうです。ありえませんね。そして、こいつ、私が言った言葉に対して反抗的な言葉を言います。人にどういう話をしたらいいのかいけないのかっていうのは、他人でも知っている人に対しても考えなければいけない声掛け、コミュニケーションだと思います。それに対しても注意はするのですが、本人全く分かってないらしいです。どういう言葉をどういう風に伝えたらこの人を傷つけないのか、何にも分かってないですね。何にも分からないそうですね。そしてメールなどの文章なども返信の文章が分からないと自分の布団に座ってずっと文章を考えている、何も動かないやつです。そればかりか、お仕事から遊びから帰ってきて布団に一度座ると体の角質をかいてのけてして何も動きません。それってどうなんでしょうね。いや、そんなにのけるぐらいなら皮膚科に行って治療をすればいいのに。そして私が言えること、私もうつ病を患っているので、普通の生活はなかなかしんどくてできません。不眠もあるので夜中起きたり、なかなか眠れなかったりして薬を飲んでいます。で、波が激しくて、感情がすごく高ぶってイライラして怒りたくなることや、すごく感情が、落ちてしまって何もしたくない。一日寝ているとき、活動を全然してないときなどあります。今は薬の影響もあって、ちょっと過食気味。もともとご飯は大好きですが、過食気味もあります。本当は太陽の光を浴びて健康に動き出さなければいけないんですけど、また動けない日々が続いております。で、もともとこの同居人との出会いは同じ職場からではあったんですけど、この同居人、借金もつれだわ、お金は貯金してないわ、私からも借金はするわ。それで、給料の少ない、本職で賄えなくなるような生活をしてきました。賄えなくなるような行動をしなければ借金は増えないはずです。いや、無駄遣いも今までの話を聞くと多いので、新しい携帯電話が発売されると、その都度購入してたらしいです。カメラもいつ使うのってやつを購入してみたり、ジンバル、撮影の用品ですね。そちらもいつ使うのってやつを購入してみたり、あとは映写機じゃないけど、スクリーンに映すやつですね。あれとかも使わない。一般の家庭ではあんまり
使うことが少ないと思いますが、ああいうやつも買って何に使うんでしょうねっていうものを買ってることが多いです。そして自分も、この同居に自分も無駄遣いが多いのに、それを棚に上げて、私も無駄遣いが多いと言ってきます。確かに、私もお洋服大好きなのでお洋服は買ってしまったりするんですが、私の借金が増えたのは、もともとお金が足りないからローンを組んでって言ってきたあなたのせいでもあるんですよ。貯金がいくらかあったのに、私からお金を借りて絶対返すからと言いながら何も返してくれないあなたのせいでもあるんですよ。私がどれぐらい助けてあげてると思ってるんですか？それを納得してるんでしょうか？どうなんですかね、同居人。今起きてるんでしょ？はい、無視です。はい、こういうことがよくあります。同居人は口下手でもありますが、自分の悪いことが起きると無視なんです。全部他人のせいなんです。自分が悪いと思ってないんです。自分はできる子だと思ってるんです。それじゃあ成長しませんよね。自分の考え方、自分の行動、同居してる、一緒に住んでるんだから、今までの自分の考え方や行動はそのままじゃいけないと思います。相手に寄り添うような言動をしなくては、一緒に住む上では生活が成り立たないと思います。それについてはどうですか？はい、やっぱり無視ですね。はい、そして、前々から言っている、ここは引き戸なんですけど、引き戸は結局、隙間から虫が入ってくるんですよね。なので、ムカデ博士を家の周りの草などをきれいにしてもらって、巻いてっていう話をしたんですけど、一向にムカデ博士巻いてくれなくて、ここに箱があるんですけど、いや、私の体の調子が悪くなければ自分でやるよって思います。できないから頼んでるんですよね。って思います。同居人、どう思ってるんですか？はい、無視です。同居人は本当に無視大好きです。そして同居人はよく寝ます。朝もギリギリで起きてきます。出勤時間のギリギリで目覚める生活を今までしてきたので、それが当たり前のように繰り返されてます。休みの日は絶対起きません。本当に言うこと聞かない中年のおっさんです。この中年のおっさん、どうにかする術はないでしょうか？皆様、よろしければコメントにてご教授いただけると嬉しいです。もう、言うところがないので心の内をもう言わせていただきました。これでちょっとでも生活習慣、生活態度、言動が改められるといいと思います。では、語らせてラジオでした。ゆるゆる日和のぐだぐだ話を聞いていただいてありがとうございました。では皆さん、次の動画でお会いしましょう。では、またね。バイバーイ。